きげんよう、ドクター。皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は星6ディフェンダーブレミ社員の紹介です。今回は会話形式で行いたいと思います。よりカジュアルな感じにしたいと考えた結果、そう、この私や。はい、このような感じにゆきんこが分裂しました。この姿こそ真のゆきんこなんや。この動画を機にドクターたちの好評を集め、ゆきんこの座を取って変わる。あくまで本体は私です。デフォルトは猫耳です。その余裕いつまで保てるかな。とりあえずキャラ紹介のコーナーです。先手必勝や。イラストレーターは龍崎一。なんかいろんなキャラの生みの親やね。そうですね、龍崎一さんは他にもオペレーターをいっぱい描いています。そして声優はあの花澤香菜。私がついてる。これは大事件。特にアニメ好きなドクター歓喜。花澤さんは確かに有名ですね。やから素人は分かってへんのや。懺悔しなさい。このチャンスを逃すと損失はブレミ社員一人分には止まらへんで。そういう煽りは良くないと思います。ここで追加攻撃。いつもの中二っぽい紹介文を読み上げたろ。ペースが乱れています。騎士道そのものが揺らいでいる時代にマリアは自分の道を探す。陽気、穏やか、そして粘り強い。闇を知らない純粋さがやがて闇に染まらない高潔さへと変化し、彼女はブレミ社員。これなんて読むん？加工です。そう、彼女は加工騎士となる。この字、加工の間違いじゃないん？マリアは確か装備の加工とか大好きやったやん。違います。ここの加工はかすかながら絶えずに輝くマリアさんの強い意志を象徴しています。そもそも加工騎士はかっこよくありません。ほんまか。次はそれでは背景を紹介します。ブレミ社員の出身地はカジミエーシュ、ポーランドをモチーフとした地域です。この地域を周辺国から守ってきたのは銀の槍を持つペガサスが代表する伝統騎士です。じゃあ彼女の原型もペガサスな。許さん。ストップ。アークナイツのペガサスはいいペガサスです。でも伝統騎士は淘汰されつつあります。詳しくはイベントのストーリーをお楽しみください。ネタバレは死刑やからね。それではブレミ社員の職種とステータスを見ていきましょう。知っとうで、ブレミ社員は重装や。そう、治療型ディフェンダーです。通常のディフェンダーよりやや柔らかいですが、代わりにヒールなどのサポートができます。真面目に分類するとか楽しさを損なうやん。要は回復ができるタンクやろ。何が違うん？まず火力が違います。ブレミ社員の攻撃力はカンスト581、治療型ディフェンダーの中では一番高いです。所詮重装やろ。火力要因にするのは無理やと思うけど。例えば星熊、スキルさんの火力は侮れませんよね。確かにあれには結構お世話になった。星熊の攻撃はカンスト490です。ブレミ社員は侮ってはいけません。そうなんや。ある程度の火力が期待できるんや。一方、ブレミ社員さんの耐久はやや心細いです。それ甲冑じゃないん？ HP は高水準ですが、防御は601しかありません。600を超えて十分高いんちゃう？でも星5の 2R は625です。運は645もあります。 2R は姉やし、設定を再現してるっちゅうことでええやん。そうです。だからデフォルトの私にウルサスの姿をしているユキンコは勝てるわけがありません。ウルサスのユキンコは格闘タイプやから氷タイプのオリジナルには強いけどな。とにかくブレミ社員にサリアのような硬さを期待してはいけません。サリアはゴリラやからな。サリアさんは自前のステータスに素質のチャージもあって防御は最大800ほどになります。ほんまにゴリラ。てかなんで急にさん付け？聞き違いです。サリア様はご立派です。とりあえずコストは18、昇進1で20、昇進2で22となります。ブロック数に関して昇進1までは2、以後は3となります。攻撃範囲は自分のマスと前方1マス有効利用してください。では特性と素質の紹介に入ります。へい。特性の紹介読みますか？ええのほな HP 回復スキルを所持。短っ。じゃあ素質1もお願いします。おお、出場時悲劇回復のオペレーターは攻撃時 SP1 を回復。何に使うんこれ？リスカムのような攻撃されるたびに回復するスキルを持っているオペレーターはチェンのように攻撃するたびにも回復するようになります。これ強ない？そうですね。被弾系スキルの回転率を強化する意味では強いです。ブレミ社員必須説。残念。そこまで汎用性が高くありません。
敵が来ない間チャージできないのは今まで通りです。悲劇系のキャラには人権やん。ズーママとか。ズーママは被弾系ではありません。特性を見直してきてください。ここだけの話やけど、次に出るとあるキャラとは相性がええらしいで。確かにそうですね。あの方のスキル2とブレミ社員なら敵次第ではありますが、DPS は 20% から 30% が上がると見込めます。でも高難易度マップではスキル3が起用されやすく、通常攻略では強化がなくても十分だから思うほどではありませんね。なんかこういう遊び方疲れへん？私は DPS を気にしたことがないねん。綺麗なエフェクトを見て雑魚が散るのを見て楽しめたらそれでええし。そういう楽しみ方もありです。ただ性能面で素質1に過度な期待をせず、課金は家賃までにしましょオッケー、じゃあ素質2や。う。さらっと S2 まで。眠り状態の敵を攻撃でき、そして優先攻撃する。その時攻撃力が 120% まで上がる。うわ、んな顔しといて悪辣なことを。これは一種の睡眠療法です。素質名を見てください。人事ですよ。そう受け取っとこ。これ強いん？昇進2以後攻撃力バフは 140% になります。そして素質強化でさらに 4% がアップします。悪くない倍率ですね。でも現状眠り状態のサポーターはまだまだ少ないです。今後の実装とともに強くなっていくでしょう。素質強化という言葉、いい響きしとんな。それではプレミ社員の洗剤を見てみましょう。洗剤1から5です。が普通やな。とりあえず限定ガチャが控えているので、かなり余裕があるドクター以外では深追いは慎みましょう。関突花沢さん欲しいやん。煽りはしません。スキルの紹介に入ります。まずはスキル1。次の攻撃は攻撃力 260% の物理ダメージを与え、味方の HP を攻撃力 150% まで回復する。4チャージで3回まで貯めれる。これサリアのスキル1と同じ感じ？似ていますが、使い心地は完全に異なります。まず HP が半分以下という条件がありません。なのでかすり傷でも発動してしまい回復がたまりません。優しさを感じる。でもいつかサリア様のような頼れる大人になってほしいな。そして肝心なのは敵を攻撃しないと発動しない点です。敵が攻撃範囲に通らないと回数が溜まっていても発動しません。重傷やん。このスキルは使えへんの？火力とヒール量は本物です。ヒール付きの強撃だと割り切って使いましょう。スキル2はどうや？攻撃力プラス 110%。自信マスにいる敵を全員眠り状態にし、周りの味方を秒ごとに攻撃力 20% の HP を回復する。これは素質と相まっていいスキルです。まずは眠り状態。自信マスを除いてブロック中の敵も入ります。発動瞬間に範囲にいる敵しか眠り状態に入らないが、眠り状態は10秒間続きます。と言いますと、つまり敵がいっぱい来た時、ブロックしている3人だけを眠らせて、次の3人をブロックすれば最大6人を10秒間足止めできます。想像しただけで暑苦しいやん。その間他の味方は攻撃こそできませんが、敵からダメージを受けることもありません。スキルの準備や配置の調整ができます。他の皆さんは人事が足りんからな。次は回転率。悲劇スキルで12チャージ。自身の素質チャージと合わせれば空白期は非常に短くなります。眠り状態の敵を攻撃するとき、ブレミ社員の火力が1700以上に跳ね上がり、確実に敵を削っていけます。そしてスキル持続中のヒール量はサイレンスのドローンと同じレベルです。治療制限も受けません。ぼっち組のヘラグとかバルカンも回復する？ミーボやナイチンゲールの鳥かごまで回復します。範囲もそこそこ広いです。もはや宗教や。これはブレミ社員の最強スキル？総じて使いやすいスキルですが、空白期のフォローを考えないと溜まった敵が一気になだれ込みます。それは恐ろしい光景や。しっかり対策を考えよう。最後にスキル3。攻撃力プラス 110%、防御プラス 60%、攻撃するたびに攻撃力 100% の10追加ダメージを与え、自身を除く味方1人に攻撃力 100% の HP を回復する。範囲広っ。残念。この範囲は治療の範囲であって、攻撃範囲は前方1マスのままです。あと聞き捨てられへん言葉があるな。自身を除くとは？文字通りです。スキル3はブレミ社員自身を治療しません。つまりブレミ社員専用のヒーラーが必要ってこと？そうですね、そもそもこのスキルは接敵しないとチャージが難しい、悲劇スキルです。治療型ディフェンダーにヒーラー。
重く感じるのは私だけ？その代価にこのスキルの火力とヒール量はトップクラスです。火力は1220の物理ダメージプラス1220の術ダメージ。スルトのスキル3と同じレベルです。そして秒ごとに1000超えのヒールがついており、数値で言えば現状最強の治療スキルです。見た目と違ってかなり凶暴やね。素質2の時点で覚悟したけど、幸い戦場で見せる顔と基地で見せる顔は違うんちゃう？そうですね。ブレミ社員の基地スキルは加工所で育成材料を合成するとき論面兵を消費しないというものです。さらに昇進2以後は副産物の確率プラス 40%、体力消費8以上のものはマイナス4となります。わからん。ガチドクター教えて。結論で言えば緑か青の材料までならブレミ社員で加工した方がお得です。節約した論面兵は副産物以上の価値となります。ちょっと待って。ブレミ社員って加工が好きなんよな。ひょっとして今まで消費した論面兵は加工担当者の給料で、彼女だけが自主残業しとうってこと？彼女にもお給料を出しますか？いいえ、他の担当者はクビにしよう。次は差別化とコンビネーションですね。それや、まずは最大の敵、サリア様。それは汎用性ではほぼ勝てませんね。妹枠はパパ枠には及ばへんか。一方、眠り状態での完全足止めや火力とヒールが両方必要な場面ならブレミ社員も活躍できます。主戦場を避けて新しい道を切り開いた感じね。次は2Rや。運も一緒にしましょう。この2人は基本的にサリアと同じ系統なのでブレミ社員とは互換性がありません。とにかく高頻度の足止めや火力と治療を同時に欲しい場合はブレミ社員を思い出してください。差別化はなんとかなったけど、何かいい戦術ある？とりあえず敵に撃たれるようなマス、敵を攻撃できるようなマスに配置すること。普通の重装と変わらへんやん。スキル2の場合、眠り状態が解除する空白期に一気に火力を叩き込むので、瞬間火力、軍隊火力が高いキャラと相性がいいです。チェンや W とか？そんな感じです。あるいは後ろにブロック役をもう一人配置し、溜まった敵をゆっくり消化するのも一つの戦術です。なんか地味な組み合わせやな。やはりノーマルタイプか。最後は眠り状態のキャラと悲劇系キャラとのコンビですね。今後の実装を楽しみにしましょう。将来有望ってことね。最後にガチャと育成に関するアドバイスや。私的には治療型ディフェンダーにはより汎用的なキャラを育てたい。もちろんサリア様は最優先。仮に特化するならスキル2を押す。せやけど頻繁な操作が面倒やし、怠け者ドクターには向いてへんかも。とにかく限定ガチャのためしばらく石を温存するつもりではあるで。こちらは性能重視で星6は1体確保する方針です。限定ガチャとのコンビに関してはブレミ社員より相方の方が使いやすいため、片方しか引けないドクターは深追いしないように注意しましょう。スキル3は十分に強いスキルなので特化を視野に入れてもいいと思います。最後にもしよかったら会話形式の動画に関する感想をください。皆さんのコメントでゆきんこはてなのこれからの出番が決まります。もちろんデフォルトへの声援もお待ちしております。こちらこそ声援よろしく。最後に性能まとめ表を貼っとくで。結局読むのは私ですね。それではブレミ社員の大まかな能力指標図を紹介します。ブレミ社員火力 S2 の火力は中走行まで処理でき、 S3 は30秒続く単体高火力。耐久防御はやや薄いが S2 は敵次第で強い回復とブロック性能となる。 S1 は使いにくい。 S2 と S3 は悲劇スキルなため敵と配置で性能が違う。補助 S2 は高頻度の眠り付与で時間が稼げる。 S3 の治療量は現状の最高峰レベル。特化 S2 は今後の実装次第でコンビが強化される。 S3 は医療付きだが高性能。それではもしこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。